基本はそのゲーム自体のその企画、このゲームがどういうことをユーザーにこうベネフィットというか何を感じてもらいたいのかっていうところの企画の段階から、じゃあ音として何ができるのっていうことを深掘りしていって、サウンドを作り出すっていうことはします。で、僕自身がその音楽のスタイルとかジャンルとかそういうんじゃなくて、絵と本当にキャラクターとか背景も含めてそのビジュアルと音が合わさった時にどういう効果がその見ている人、遊んでいる人に感じられるかなっていうことを一番大事にしたいっていうか、一番そこを肝にして作っていきたいなっていうところはありますね。僕サイレントヒルを最初富山君と作ってる時に一番最初にトレーラーの映像があって、サイレントヒルのでトレーラーの音楽を僕が作りますっていうふうになってで作ったんです。で富山君に、それ聞いてもらった時になんか違うなみたいな、なんか「おいいね」とか「オーサム」とかじゃないんですよ。ちょっとその時どんな風に言われたかちょっと覚えてないですけど、ちょっと違うなっていう感じだったんですよ。で自分的にはすごくこうホラーであり怖いっていうことは音楽としてきちっと描いてるつもりだったんですよね。なんだけどその時にそれ言われて、今でも覚えてますけど夕方ぐらいですよ。夕方ぐらい言われてどういう音楽なんだろうと思って、家帰る途中でもいろいろ考えてたんですよ。どういう音楽だろうなと思って。で全くホラーっていうものとはちょっとこう違う音楽性を作ろうと思って本当に30分とか1時間ぐらいで作ったのがサイレントヒルの1のマンドリンで入るオープニングのイントロからマンドリンで入る曲なんですけど、あれを思いついてっていうのがあったんですね。であれがあったから僕自身もサイレントヒルっていうところとかものづくりクリエイティブに関して自分はこうですって自分はこう思いますっていうことをなんでしょうね、ぐさって一回刺されて一回内臓出されてバーンって広げてってなった時に、じゃあ自分どうすんだっていうことを彼はやってくるんですよ。ある種命の恩人ではないですけど、僕としてはクリエイティブの何か恩人というか、すごいあれがあの時の感覚というか富山君にはそれはあってすごく感謝もしてますし、今でも覚えてるぐらいの印象なんですね。だからそれで彼が新しく会社を立てて新しいホラーゲームを作るっつったら、もう僕しかいないって言い方おかしいですけど、いやもっとあの時のサイレントヒルを超えるようなエネルギーというかでサウンドとしてね携われたらサイレントヒルの恩返しじゃないですけどそんなようなことはちょっと思いましたね。結構前からそういう90年代とかその街とかそのアジアンな感じとかっていうそのポイントになるキーワードは飲みながらプンプンプンって出てたんですよ。だから薬師の話聞いた時にあのことかっていうのは
その時になんか点と線が結ばれたというか、何もこう違和感ないというか不思議でもないし、もっと言うとそんなに喋ってないけどなんとなくこうディテールとか、まあ彼が携わってきたグラビティとかそういうのも含めてどういうゲームにしていくんだろうっていうのはなんとなくこうイメージがすぐ湧きましたよね。映画もアニメもきっとそう同じだと思うんですけど、なんかそのゲームの世界観とかそこから与えられるインスピレーションはもちろんあるんですけど、僕は何でしょうね、イメージとしてはなんかボクシングの何ていうんですかね、こうジャブじゃないですけど、いつでもパンチ打ってやるみたいな、なんかこういう相手が来てみたいな、あれをなんかこうずっと自分なりにまあそういうデスクトップに向かってずっとなんか音出したり、なんか他の音楽聴いたり自分で楽器弾いたりとか、なんか特に目的もなくいろいろやりながら、あ、これなんか面白いな、ヒントを得るというか、常に自分で何かこうアイドリングみたいなことをさせて、その中で自分が見つけていくみたいなことは知ってますね。最初90年代っていうのもあって、90年代ってなんだろうなとか、90年代の音楽とかかなとかつって、でまあいろんな作品、いろんなでも実はいろんなバリエーションでちょっと作らせてもらったんですね。でも僕なりにもすごくこうフィットするというか、映像にもフィットするし絵にもかっちりはまってタイミングも合うみたいなものを何個か作ったんですけど、はまりすぎちゃっててなんか面白くないというか、なんかこう人もそうですけど何でもですけど完璧にマッチするよりもちょっとなんかこれにずれてるみたいな方がなんか生々しかったり魅力的だったりすると思うんですよね。でそこでなんかちょっと今回そういうちょっとこうずれてるというか、そのサイレントヒル作った時のザ・ホラーの音楽とかじゃなくて、ちょっと今回の薬師なりのズレというかいうのはちょっと意識してちょっと作らせてもらいましたね。現実世界でもそうだと思うんですけど、暗いところでなんか音がしてなんだろうっていう、やっぱ自分がわからないものとか、なんかそこに違和感とか、それがなんか人にとってのこの恐怖とか、なんかそのなんか不安に思う気持ちっていうのが生まれてくると思うんですよね。でそれってなんかこう、音楽という音楽だけに当てはめるんではなくて、ゲームと出た時にその映像とビジュアルとその音楽と音が合わさった時のなんか妙なこう、いい意味でのなんかマッチしてない感じっていうのが怖さでもあり、その独創性というか個性になるんじゃないかなとはいつも思っていて、やっぱこう奇をてらうという、日本語にありますけど、なんかこう奇をてらってものを作るんではなく、より多くの人が「あ、これいいね」っていう思われる「あ、これなんかかっこいいね」とか「これ綺麗だね」とか「これ素敵だね」っていう、ある程度
ある程度の人たちが受け入れてもらえるものを作りつつ、その中にすごいこうトゲというか、なんかこう刺さるような、すごい美味しいミートパイなのになんかこんなトゲ入ってて「いて!」みたいな、でも美味しかったみたいな、なんかそういうのが僕の音楽らしさみたいな、ちょっと例えがあれですけど、僕がそういう思いで作ってるので、それが山岡らしさなのかなっていうのはちょっと思ってますね。鼻から食べにくい食べ物じゃなくて、すごく食べやすいものなんだけど、なんか一個こうちょっとこう、まあトゲって言うとあれですけど、めちゃめちゃ辛い何か豆が入ってるとか、でもそれがすごくちょっとこうポイントになって美味しいとか、それが印象に残ってるとか、なんかそういうのが音楽作る時には僕は大事にしてることだったりするので、それが山岡らしさになってるんじゃないかなと思ってますね。